皆さんご機嫌いかがでしょうか？月に一度のプラチナフォーカス、貴金属スペシャリスト、池水雄一さんと一緒にお届けしています。池水さん、どうも、3こんにち月号は。です。こんよろしばんはだ。くはい、お願いいたしまはい、す。今回はゲストの方お迎えしてお話しいただくんですよね。そうですね。はるばはい。るロンドンからです。はい。はい、ロンドンブリオンボールトのホワイトハウス、佐藤敦子さんです。敦子さん、こんにちは。はい、よろしくおこんにち願いいたしは。よます。ろしおはようございく。ます。よろしくおはい。願いします。そうなんです。こちらおはようございますです。はい、ロンドンからつないでお話伺っていきます。ロンドンでまだ、夏時間にはなってないんでね。来今週週か。末です。うん、そうそうですか。ですね。ちょうですね。ど来週末ですね。来週末に夏時間になります。そうですね。ちょうどうん、今週からアメリカが夏時間になって、ちょっとこのですね。1週間は、結構ギャップが大きい。いやアメリカとロンー、ドンと、東京でああ、市ね。場のね。うそうそうそう。ん、面白い時間帯です。はい。はい。敦子さんのブリオンボールトというのが、どんなところなのかということ、ちょっとスライドありますので、簡単にご紹介いただきましょう。ありがとうございます。2005年から、始まっている英国の企業なんですけれども、まず金現物をオンラインで、一般のお客様から、投資ができるような形を作りましょうというサービスを始めました。その後、銀とプラチナを追加して、実は今月から、先月の半ばからパラはい。ジウムも始めています。おお。はい、はい。いい時にっていうか、すごい時に始めましたね、パラいや、ジウム。もう今パラジウムものすごいです、引きが。うはい。ん。で、ロンドンを拠点としています。今、世界でだいたい10万人を超える個人投資家のお客様。で、評価額でだいたい39億ドルですね。これ、日本円にすると4510億円ということで、オンラインでこういった投資のサービスをしている会社としては、欧米ではかなり大きな、会社というふうになっています。この資産をチューリッヒ、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、トロントで保管が可能です。で、会社としては、ロンドン貴金属市場協会、それと、ロンドンプラチナムパラジアム協会のアソシエイトメンバー。で、ワールドプラチナム関係にでは、ワールドプラチナムインベストメントカウンシルとパートナーシップを提携しています。はい、ということで、ヨーロッパの投資家さんの動向っていうのが、ちょっと教えていただけるということですよね、今回。そうなんですね。どうしても、はい。オンラインで、英国を拠点にしているんですけれども、やっていると、やはり、世界中のお客様が入っていらっしゃいますので、ただ、その会社が英国ベースということがあり、89%が欧米のお客様なんうん。ですうね、全体ん。の。ですので、その一般の投資家の方たちの動きが、これだけ10万人のお客様がいると見えるので、ですので、私どもでは毎月、そのお客様の動きはどういったもんですというのを、発表させていただいているんですが、ちょっと珍しい、こういった一般の投資家がどう動いているというのをデータで見せることができる珍しい会社でもあるようです。日本のお客さんもいるんですか？そうですね。ですから、11%の、ですからお客様の中に日本のお客様が入っていて、う日本のお客ん。様には2010年ぐらいから、サービスを提供していますので、日本語で、させていただいてますので、ですから、これうん。日はい、本のお客様も、パラジウムを取引できる。できるんですが、残念なことに今日本円で買えないんですね。うん、ドル建あこての。れがネックで、ドル、ポンド、ユーロで購入いただければ、付加価値税なく、消費税なく購入いただけるんですけれども、なるほど。日本円市場の方まだちょっと作っていないので、そうなんですね。ただ、ドルをお持ちであれば、うん。プラチナも、基本貴金属というのはドルベースで価格がついていますので、ドルでご購入いただそうですね。ければ、はい、比較そういう意味じゃ、的日本の投資家も、要は先にドルを買って、はい、それでパラジウム買うなり、プラチナ買うなり、そうなゴールんですね。ド買うなりっていうことをやればいいってことですよね。同じそうですね。ことですな。はい、あ結局のところはの、そうですね。パラジウムの投資の方法がなかなか、あんそうまりですね。選択肢がないんで、そういった意はい、味じゃ、なんです。それは結構なアトラクティブポイントになるかもしれませんね。今この状態ですので、ロシアの関係でパラジウムがもうほんとに史上最高値をつけ続けていうん。るので、ですからこの値段でもかなりの引き合いがありますね。なるほど。はい。
ということで、今日は、敦子さんの方に、このウクライナ危機の中で、このね、ブリオンボルトのお客様がどんな行動をとっているのかということを教えていただきながら、プラチナの最新情報、ファンダメンタルズというのを、お話ししていただきたいと思っております。この番組はワールドプラチナインベストメントカウンシルの提供でお届けします。ではまず、貴金属の価格チェックしておきましょう。2018年をゼロとしまして、パラジウム、プラチナ、金、銀、どういうふうに動いていたか。このピンク色がね、やっぱりダイナミックですね。パラジウム。なるほど。これ2018年だから、過去4年間の動きってことですな。そうですね。はい。パラジウムはやっぱりボラティリティがすごいですよね。ちょっと、パラジウムと他のメタルを一緒のチャートにしちゃうと、他のメタルがまるで動いてないように見えてしまうっていう。はい。はい。このダイナミズムのあるパラジウムのお話も今日は出てきます。そして、プラチナのお話にもつながっていくんですが、まずは、アスコさんの方からこのブリオンボルトのお客様の、投資行動がどのようなものなのかっていうのを教えていただきたいと思います。はい。まずはゴールドそうですね。ですね。はい。そうですね。今回そのウクライナ危機下の欧州の貴金属投資動向というお話をいただきましたので、一応、扱っている基本のその金、銀、プラチナの、動きをご説明します。はい。まず金から入ります。で、もうご存知のように、ウクライナ情勢が、ロシアがまず侵攻した段階で、金融システムそのもの、株価その他がかなり動きましたので、そうすると当然、貴金属価格というのは、それに合わせて動いていくようになります。金の価格は、一時、2020年8月の、最高値に次ぐ形まで、価格が上がりましたので、そうなるとやはり、利益確定が起こっていたようです。で、ここでドルベースではそういうふうにお話ししましたが、日本円、ユーロ、スイスフランでは実は史上最高値を何度か更新しているんですね。私どものお客様は、ユーロベースでもいらっしゃいますので、そうするともうここは売りしかないだろうというところがあったようです。ただ、実はその重量ベースでは、史上最高値をつけた段階で売りが進んだために、うちはずっと順調にそのお客様が保有されている貴金属の保有量というのははい。上昇していたんですが、ここのところ少し下げて2%減少して47トンを割っていたんです。ただ、はい。次に見ていただけるんですが、評価額を見ていただくと、実は、過去最高を超えていたということなんですね。ですから、つまりはそのお客様にとってみると、重量ベースで見るお客様もいらっしゃいますが、実際に自分の投資をしているものを見たときに評価額を見ていくんだろうと。そうすると評価額で明らかに大きな利益が出ている部分は、一旦その利益確定をするというのは、投資のコンセプトの中では十分考えられることで、それが行われていたんだろうと。ただ、ここで見ていただけるように、史上最高値、保有量として最高をつけた時よりも評価額で9.5%高くなっていたということで、順調にお客様は評価額を積み上げているという感じですね。はい。そしてシルバーはいかがでしょうか？銀も同じような状況でしたね。ですので、銀も価格的には、9ヶ月ぶりの高さをつけていましたので、これウクライナの影響です。そのためにやはり、利益確定が進んで、金よりも少し大きい割合的には2.8%ほど減少していました。ただ、評価ベースで見ると、やはり、決して下がってはいないんですね。このウうん。クライナ状況で、その価格が上げていく中で、もうすでに10億ドルを超えて上昇をしています。ただ、過去にご存知のように、その2021年の1月末、2月の頭のシルバースクイーズとか、そういった価格がものすごく大幅に動いた時に評価額が、急激に上がった時期がありましたので、それと比べると、まだその史上最高値というか、うん。評価額ベースではかかっていませんが、ウクライナでの状況だけを見ると上昇傾向というふうに見ていただけると思います。はい。そしてプラチナです。
プラチナの方もやはり3月にドル建てで、銀同様に9ヶ月ぶりの高さをつけていたんですね。そうするとやはりここでも、利益の確定が進んでいます。で、金、銀よりもやはり、安全資産という需要が、プラチナにはないために、どうしても公共用ということを考えると、そのウクライナ情勢で、その今後の世界の経済の方が少し揺らぐ可能性があるとなると、やはり踏み込めない部分もあったんだと思います。ですから、売却の量的に言うと、重量ベースで8.1%減。評価額ベースではそれでも1%ほどのものです。うで、ん。ただですね、これ、実は、今週に入って、価格がトーンと落ち始めていたので、もう一度今週のものを見てみると、3月の2週で、その評価額ベースで失った分は、もう今週で、戻しているんですね。重量ベースですか。重量ベースで、その3月の2週で利益確定を進めていた部分は、今週価格が落ちたところで買いがプラチナとパラジウムはものすごく、顕著に出てますので、ここで、上がってきています。はい。あれですね、欧米の投資家もみんな、もうなんか日本人や中国人みたいにバーゲンハンターなんですね。やっぱり上がるとリグって下がると買う。うん、完璧ですね。もう明らかにそんな感じですね。うん。ですからもうディップのところで買うというのは明らかで、金などは本当に1900を割ったところでどっと押し寄せるうん。ので、うん。パラチナプラチナもそうですね、プラチナの方はですから今週下げ方も大きかったですから、そこで一瞬入って$1000割りましたからね。そうなんですうね。ん。もうそうなると、これは入るだろうという形で実際に入ってきています。やっぱはい。そういった買いが下値を支えてんのかな、プラチナもね。そうですプラチナも。ね。はい、そうはい。ブリオンボルトでのプラチナ投資ができるようになったのは比較的最近ですかね？そうなんですね。で、私どもは金と銀からまず金が2005年、銀が2009年と先ほど申し上げましたが、プラチナは2017年です。はい。これは、ワールドプラチナムインベストメントカウンセル、今回スポンサーしていただいている、その会社が、やはり個人投資家の基盤の拡大を目的にパートナーとして私どもを選んでいただいて、プラチナの投資を、追加しましょうということになりました。2017年からですので、やはり他の貴金属よりもその重量的には少ないんですが、もうすでに現在2トンのプラチナを顧客がうん。保有しています。金が20、そうですね、47トンを割るあたりで、銀は1200というかなり大きなところがありますが、順調にそれでも上がってきているのではないかと思います。それがなぜかというと、欧米のお客様にとってみると、プラチナの投資は非常に難しかったところがあったんうですね。もうん。それは小売業界者にコインとか地金を買いに行かなければいけないというかなり手間のかかること、プラス、うん。その付加価値税というのがつきますので、これ、英国で20%、ドイツでは19%、北米でも6%から7%課されるというと、これ、やっぱり投資というふうに見ると辛いところがあるんですね。日本のように返ってきませんので、売っうん。たところで買えるものではありませんので、これ、ちなみに、ロンドンでゴールドコインとか地金を買うと、VAT はかからないんですよね。そうです。ゴールドは大丈夫うん。です。日本は消費税がかかりますが、ほとんど先進国の中で、金に関しては、コインとか地金では、付加価値税はかからないんですが、ただ、やはり銀、プラチナ、パラジウムっていうのは公共用というふうに見られうてしまうんですね。ん。というこそとは、それれはを確かにね、面う白いですね。ん、要は、同じ金属でも金と他のメタルではやっぱりだいぶステータスが違う。そうなんですうん、ね。付加価値銀は税なんてつけられるとやっぱ、日本はいいんですよね。日本は戻ってくるから、売っ戻ってきますた時に。からね。でも、そうなんです、そうロンなんです。ドンで例えば、プラチナのインゴット買うと20%の付加価値税払って買って、売る時はい、にはそれは戻ってこないってなると、はい。もう投資になもうらないですよね。最そう初からなんです20%の負ね。けが確定してるっていうことそうなんなんでね。ですね。なので、やはり投資として考えたときにそれは難しいだろうと。で、私どものサービスというのは、その必ず、買った、地金というのは保管場所に保管されるので、そうするともう工業用という
それを見なされない。それが認められて、付加はい。価値税が乗らないと。ですから、私どもで購入いただくすべての貴金属は、付加価値税なく売買ができるということで、お客様から、好評を受けてというか、非常に、オンラインでできるということもありますけれども、はい。こういったその付加価値税がないというのは大きかったようです。はい。で、この取引が始まってから、そのブリオンボルトのプラチナの投資需要ってのはどのように推移してきていたんでしょうか？はい。ここで、大体世界の需要うん。と比べています。で、世界の地金及びコインとも、比べさせていただいているのは、実際私どもが扱っているのは、いわゆるあの、現物資はい。産を扱ってますので、これ、はい。ペーパー上ではないので、うん。現物と一緒に比較していただくのが、重要だろうというふうに思いはい。ます。そこで、2017年から始まったところで、2018年からお見せしています。これ、うん。増減ですね。ですから、今年、今の段階はまだちょっと3月の段階では、先ほどお話ししたように利益確定などが入っているので、ほとんどうん。動きがないような形ですけれども、2020年が一番大きくて、これはパンデミックが起きたところですので、うん。地金コインの方も大きな、需要があったという時に、私どものプラチナ需要も30、これ、えっと、トロうん。イオンスベースで、ミリオンですので、ちょっとうん。えっと、単位があれなんですけれども、単純にその、指数みたいな形で見ていただければあれなんですが、全体の2020年の段階では、全体の5%を超える量の、うん。投資をいただいていました。で、去年の段階で、やはり少しパンデミックが落ち着いてきたこともあり、そこまでの需要が高まっていなかったというので、その全体の需要が落ちる中で、私どもの需要も前年度ほど多くはなかったんですが、それでも世界のだいたい、2.9%、3%近い需要があったということですね。はい。はい。プラチナというのは今、その見通しとしては強気が多いのか弱気が多いのかという意味で、次のスライドちょっとご覧いただきましょう。そうですね。はい。あの、プラチナに影響を及ぼすファンダメンタルズというのをまとめさせていただいたんですけれども、というのは、実はその毎年、業界が主催する、会議というのが行わはい。れるんですが、昨年は9月に LBMA、これは、ロンドンブリオンマーケットアソシエーションということで、金銀をまとめている業界の団体。LPPM はプラチナムグループをまとめている業界団体が年次会議をしました。で、ここで大体毎年翌年の年次会議の段階での価格予想というのをうん。参加しているメンバー、アナリストをベースで、出してもらうんですけれども、その中でプラチナ価格の、に対してものすごく強気の見通しが目立っうん。たんですね。これ簡はい。単に見ていただくと、金で、パーセンテント変化を見ると12%、うん。銀で16%、プラチナは44%。おお、はい。もうパラジンマウムは、これはウクライナが起こる前の段階ですので、こうん。れ、もうほぼここで高値ついてましたから、このまま動かないだろうという形で、予想されていたんですが、その理由は何かというと4つあるということで、で、うん。どうしてもそのプラチナムが押し下げられていたのは、パラジム、一時下げられていましたが、半導体不足、これはパンデミック中に、サプライチェーンがもう崩れてしまったために、自動車需要の減少が起きていたと。ただこれは減っていたのは、そのサプライチェーンが、実際動いていないからであって、これが動くことによって必ず戻ってくるものだとうん。いうこと。あとは、もう常に規制というものを、がどんどん厳しくなっている。それは、中国うん。が特にですけれども、浄化はい。装置に対する使用量が増えなければいけないほどの厳しい規制が行われていくという、ヨーロッパもそうなんですけれども、そうすると当然それで使われる、プラチナの量が増えていく。で、なおかつパラジウムがもうすでにこの段階でかなり高値をつけうていましたん。ので、もうプラチナを使う代替の動きが起こっていて、それがさらに加速するだろうと。
で、なおかつ、ちょうどその COP26 というんでしょうか、はい。環境に対するその関心が非常に高まっていて、すべての、諸国がその水素経済への関心を高めていたという。ということは、プラチナもここで使われるので、ここでの需要の高さというのは、もう必ず期待できるものだろうという、この4つのポイントで、これだけのそのパーセンテージ変化を予想していたということですね。で、はい。その後、ロシアの、ウクライナ侵攻が起きて、この後、おそらくパラジウムの価格の変更に、価格についてもお話しさせていただくことになると思うんですけれども、パラジウムが今、ものすごい勢いで上昇しています。で、こうなってくると、もう、プラチナの代替はより進む以外はないだろうということになってくるかと思います。はい。ということで、今価格が大きく動いているということの背景に、やはり、ロシアのウクライナ侵攻ということで、ロシアの制裁が西側諸国から、強まっているということで、ここからはちょっとファンダメンタルズ最新情報というのを、ケミルさんにも解説いただきながら、ご紹介していきたいと思います。さあ、まず最初のスライドなんですが、ロシアというのはやはりこの資源たくさん持ってる、パラジウム持ってるんですね。そうですね。そう。特に一番、影響を受けるのは多分自動車だと思うんですけども、うん、自動車はい。の材料であるアルミとかプラチナ、それからニッケル、パラジウムっていったような、メタルですね、金属の、ロシアのこの占める割合、これ左側の棒グラフですけれども、パラジウムに至って45%、世界の45%近くをですね、ロシアが生産していると。で、ニッケル、クラス1のニッケルが25%ぐらい。それからプラチナも14%ぐらいだかな。アルミはまあ5%ぐらいなんですけども、まあこれぐらいの量をロシアに頼っている世界が。というはい。ことは、それが、今回のこの、ウクライナ危機によるロシアへの経済制裁によってですね、西側に、こ入ってくる分が滞るっていうことをはい。考えると、これ自動車の価格が相当上がるんじゃないかなと。まあ、テスラなんかはね、もはや値上げをしているというような話があります。ですから、そういった意味で、今回のロシアのウクライナ危機っていうのは非常にやっぱり、こういう材料市場に大きなあ影響を与えますよね。はい。次のスライドで、パラジウムの価格、今度上がってますよということと、あと右側の、このグラフは何を示しているんでしょうか？これ、右側のグラフはですね、一番左の縦軸がロシアが作っているパラジウムの量ですね。で、はあ。右の同じく灰色の縦は、これ中国が使っているパラジウム。中国が自動車触媒に使っているパラジウムがこんだけ大きいんですけど、うん。じゃあその差にあるのは何かっていうと、これが中国以外の国々が、要は制裁に参加している国々がですね、使っているパラジウムの量で、それがだいたい14トンぐらいこれあるんはい。ですけど、その分がもしロシアから入ってこなくなれば不足になるよっていう話ですよね。で、そうしたらどうなるかっていうと、要は他のとこ、南アからそれだけ調達できればいいんですが、調達できるかどうか。あとは、プラチナをね、パラジウムの代わりに使うっていう動きになっていく可能性があるんよねっていうのは、これ WPIC が作った資料ですけど、ということですよね。はい。パラジウムというのは基本的にガソリン自動車の排気、もう悪いものを吸着うん。する触媒とされてきていますが、プラチナでもいいわけですね、全然ね。そうですね。うん。触媒としての性能はプラチナの方が上なんですよね。うん。性能いいんです。なのに、パラジウムが使われたのはなぜかっていうと、要は、この触媒が作られるとき、もう20年、30年も昔にですね、パラジウムの方が、プラチナよりも半分とか4分、3分の1とか、全然安かったからね、パラジウム使っただけで。そうですよね。今は、プラチだから、ナね。ある意味異常なんですよ。要は、より性能がいいプラで、今はより安いプラチナを使わずにパラジウムを使ってるっていうのは、要はその昔の影響がそのまま残っちゃってるってこと
ですね。ですから、ここ2年、3年、そのパラジウムの値段が、要はガソリン車にパラジウムが使われて需要が大きくなったがために値段が上がった。この状態のために、じゃあ代わりにプラチナを使おうよっていう動きがもう出てきてますから、うん。今回のこのロシア危機は逆にその動き、パラジウムの、プラチナによる代替の動きを、加速化させる動きだということはうん。多分言えるでしょうね。はい。やっぱりこれもう、まだパラジウムっていうところに具体的な制裁は項目として課せられていないんですよね？そうなんですよね。はい。パラジウム、要は、一言で言うと作ってるのはノリリスクニッケルっていう、ああ、はい。ロシアの会社が世界最大の生産者なんですけど、そこはね、まだね、制裁を受けてないというか、多分彼らは売れるんですね。うーただ、彼ん。らが今問題にしてるのはどっちかっていうと、飛行機がもはやロシアから飛んでない。ああ、うん、西側にね。だはい。から、じゃあ、西側の自動車会社とかと持ってる長期契約のパラジウムをどうやって西側に運ぶかっていうところが結構ネックになってるっていうのをですね、ロニリスクの社長がインタビューで言ってました。もう別の方法を見つけるっていうね。ただ、西側はやっぱり今ロシアに対して非常に厳しい経済制裁を課している中で、じゃあ、パラジウムだけ例外にすんのっていうのもやっぱおかしな話なんでね。これは、この先、パラジウムも買っちゃいけないっていう話になる可能性だってありますよね。うー難しいでん。すよね。これ、そう。金と銀はもうすでにロシア産の、デリバリーそうですね。バーは扱えないというふうに、ロンドン貴金属市場協会の方がもううん。宣言してますので、そうですただ、ね。もうご存知のように、おっしゃるように LPPM はそれをできないわけですよね。そうでそれをしすね。てしまうともう、パラジウムの需要が、供給がほんとに途絶えてしまうので、ただもうすでに金と銀は、グッドデリバリーバーはロシア産はできないとしているところで、うん。こ非れが常に、うん、はい、微妙というか、はい。LBMA、要はゴールドとシルバーの管轄の LBMA と、プラチナパラジウムの管轄の LPPM っていう二つの団体の、そのロシアに対する態度というか、要は、ゴールド、シルバーはロシアがいなくてもうん。あんま困んないんですな。うん。はい。だからロシアのバーはもうグッドデリバリーステータスっていう、ステータスから外しますっていう決断をしたんですが、LPPM は、ロシアがいないとやっぱり PGM、特にパラジウムはもうどうしようもないっていう事情があるからかもしれません。よくわからないですけど、グッドデリバリーから外すっていう、そういったことはしないっていう、変えないっていう発表して、これはもう結構明暗を分けるっていうかね、面白いなとは思って見てたんでうん。すけども。ただし、例えば日本の企業がそういう形で、これからまだ制裁されていないからということで、ロシアと取引をしたことによって、制裁を受けてしまいかねないっていう、そういうリスクはありますよね。そうですね。多分日本のう企業は取ん。引できないでしょう。あ、もうできない。今の状況じああ、ゃ。もうすでに。やっぱり西側のサンクションっていうのは、要は日本の企業にとってはもうコンプライアンスの範囲に入っちゃそうですね、うんで、あはい。とはもちろん欧米の銀行もそうですね。もうスイフトで取引できないとなったらですね。だから、その欧米の企業もできないだろうし、日本の企業も無理だよってなってくると、やっぱり供給不安っていうのは大きく出てきますよね。はい。じゃあもうパラジウムじゃなくてプラチナでも使えるんだったらプラチナにしようではないか。なぜならプラチナは南アフリカが持ってるからっていうことですね。そういうことですね。そういう動きになる可能性が非常に高いですね。はい。そして、こちらのスライドをご覧いただきましょう。今回の、ロシアの危機というのは、エネルギー市場にも大きなインパクトを与えました。天然ガスとかね、原油の輸出国でもあるということで、そうでこの価すね。格はい。特にやっぱり、ロシアにそういったエネルギーを依存している欧州、ヨーロッパにとっては非常にこれ、頭の痛い問題ですよね。だから、そうですね。もう、もうロシアと縁切るっていうわけにもいかない。要は40%をロシアから天然ガス買ってるわけですからね。だから、これ、まあ、ワールドプラチナムインベストメント
カウンセル、WPIC にとってはですね、逆にそういう状態だから、で、もう天然ガスの相場自体がすごく上がってしまってる。で、今度は逆にそれがグリーン水素、要は、クリーンな水素のコストと天然ガスのコストがもう並んじゃってるっていうことになってきて、相対的なグリーン水素の製造が、もう全然値段のコストの不利がなくなってきてるっていうんで、今こはあ。そ水素を使うべきっていう、そういった、これいいことなのか悪いことなのかっていうのはちょっと難しいですけど、状はい。況になってる。だから、要は水素社会にこう今から向かおうとしてる時に追い風にはなっていますよね。で、それそうに使うですね。触媒、極極板としての、プラチナにとってもこれはプラスになるというような見方ができるということですよね。そうなんですね。ですからもう本州は、本当に今回、ロシアにどれだけ依存していたのかというのが、もう明らかになってしまいましたので、で、それがゆえに、アメリカは簡単に、その原油、また石油、ごめんなさい、原油と、天然ガス、それと、石炭ですね。これも禁輸してしまうことが、ロシアから輸入しないということができるだけのそのエネルギーのその供給元がしっかりしているわけですけれども、ヨーロッパはそれができない。ただ、この状態を続けるわけにはいかないということで、今回その禁輸はしませんが、年末までにその依存度を66%ぐらい下げましょうと。下へえ。げるということになると、もうやはりリニューバルで行くしかないわけですよね。他にうん。今、サウジとかとお話をして、そちらからもいただければということで、その、フォスシルエネジー、いわゆるその、そういったエネルギーもその確保する方向に動きながらも、やはり動きやすいというのは、そのグリーン水素といったこういった水素エネルギーに入っていくことになるんだろうという、その、期待度も高まっていると思います。はい。再生可能エネルギーシフトが進むということですね。はい。そんな中で、電極の部分、水素、クリーン水素ね、電極に使うプラチナがまたフォーカスされるのではないかということです。そして、今回の、ロシア危機の一件には、もう一つ大きな相場がありましたニッケルですね。これまだそうですね。取引されてないんですか？されてないですね。本当は16日、昨日に再開。これ、何があったかっていうと、3月8日ですよね、確か。8はい。日に、ニッケルが2万ドルから10万ドルまで上がってですね。もうすごい相場になったんです。スクイーズっていうのはショートの締め上げみたいなのが起こったんですけれども、その、1年間かけて1万ドルから2万ドルに上がったニッケルが1日で2万ドルから10万ドルに上がったっていう、極端な、本当相場になってしまって、で、LME が、これ、もう相場凍結というかですね、中止したんですね。で、なんと、この8日にあったこの8万ドルの上げをなかったことにするっていう、ここで日に取引されたものを全部キャンセルするという恐ろしい決断を下して、で、16日に再び始めるとなったんですが、さすがに、ちゃんと始められなくて、また中断してるっていうのは今の状況。これは、詳しい話はちょっとここでは割愛しますけれども、もう今、ニッケルの値段自体がわからないっていう、そうですね。145年の うん。LME の歴史の中でこんなことは初めてのことなんですね。それほはい。ど、ニッケルも先ほど言ったその、ノリリスクニッケルっていうのはこれ世界一の生産者なんですけど、そういった意味では、これもやっぱりロシア絡みの動きと言えないことはないですよね。はい。つまり、まだ、ニッケル価格っていうのがいくらなのかがわからないという状況で、このロシア危機というのは、貴金属市場でまだ終わっていないとも言えるわけで、フェアバリューっていうのはどこにあるんだっていうのは、あらゆる市場でこれから確認していくということになるんでしょうね。そうですね。3月の第1週にすべてのメタルコモディティ、原油を含めたコモディティが、歴史的高値に近いところまで上がって、今、だいぶそれが、利食いの売り等々で、収まってきてますけども、ただまだね、ウクライナ情勢が終わったわけではないんでですね。うん。やっぱりこれはまだまだ油断はしない方がいいなっていうところでしょうね。そうではい。すね。はい。
ありがとうございます。このプラチナに関します最新情報はぜひ、ワールドプラチナインベストメントカウンシルの、SNS 情報、最新情報を発信しておりますので、こちら QR コードを読んでいただいて、繋がっていただければ、こちらから最新情報をピックすることができますので、こちらぜひ、登録してみてください。この番組はワールドプラチナインベストメントカウンシルの提供でお届けしました。今回はロンドンからオンラインでつなぎまして、ブリオンボールトのホワイトハウス、佐藤敦子さんと一緒にお届けしました。佐藤さん、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。またロンドンで会えればいいんですけれども。ぜひいらしてくだいさい。や、行きたい私んですも。けど、こはい、の状この況、要は飛行機が飛んでない JAL しかんです飛んでないとかね。ね、そうはい。いう状況で、ほんとちょっと、はい。本当は5少し月のプラチナウプラィーク、ロンチナムウィーク。ドンプラチナウィークに行きたかったんですけども、ちょっと今はい。まだわからないですね。そうですね、状況がかなり動かないと、良い方向に動かないとそうということでですね。すね。はい。祈りましょう。はい、はい。祈ってといいます。うことで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございまありがとうごした。ざいました。また次回お会いしましょう。はい、失礼いたします。